りくりゅう。世界一になったペアには、華やかな表彰台の裏で、誰にも見えにくい、長い時間と、たくさんの人の献身がありました。金メダルを取った、チームりくりゅう。リンクの上で輝く数分間のために、止まる決断を支える人がいて、動く体を守る人がいて、苦しい時間を隣で一緒に生きる人がいます。観客の目に入るのは数分間の演技です。その何千倍もの時間を地道な積み重ねに費やしてきました。三浦璃来選手と木原龍一選手。その歩みを支えていたのはコーチだけではありませんでした。診断を下し、止まるべき時に止まる判断を支えた医療スタッフ。体づくりと再発予防を見つめ続けたトレーナー。環境を整え、競技への道をつないだ連盟関係者。そして、長い時間をかけて二人が競技に集中できる土台を守ってきたスポンサー。このシリーズでは、怪我から金メダルへ、りくりゅうがどのようにして試練を勝利へ変えていったのかを二人の演技を支えたチーム全員の視点も重ねながら、チームりくりゅうの力を静かに、そして丁寧に辿っていきます。まず、第1部では華やかなメダルの裏で続いていた渡辺トレーナーの何も起きない日常を作る仕事を見ていきます。りくりゅうの2人を体の面から、そして時には心の面から支えてきた。その尽力とオリンピック後に楽しんだ北海道旅行でのほっこりエピソードまで満載でお届けします。第1章、トレーナーが守っていたのは今の体だけではなかった。リハビリというと、どうしても痛みを取る、治すという言葉が先に浮かびます。でも、競技復帰に必要なのはそれだけではありません。再び戦える体を作り、その状態を維持し、無理なくピークへ持っていくこと。ここで大きな役割を果たしていたのが渡辺則夫トレーナーでした。木原龍一選手はオフシーズンの体重管理について、増えても2、3キロ以内に抑えるよう渡辺トレーナーと話していることを明かしています。これはただ体重を気にするという話ではありません。腰への負担を管理し、筋量を落とさず、新シーズンにベストに近い状態で入るための非常に実務的な調整です。表に出るのは選手です。でも、その裏で日々のコンディションを見守り、小さな異変を拾い、練習と回復の境目を支えている人がいます。トレーナーの仕事は劇的な場面には見えにくいかもしれません。けれど、何も起きない日常を保つことこそが、実は一番難しい。痛みが悪化しないように、疲労が溜まりすぎないように、再発の芽をできるだけ小さいうちに摘むように、この積み重ねが最終的には大舞台での思い切って滑れる体につながっていきました。第2章、精神面でも寄り添っていた渡辺トレーナー。渡辺トレーナーの存在が印象的なのは体のケアだけでは終わっていないことです。2026年ミラノコルティナオリンピックでりくりゅうが日本ペア史上初の金メダルを獲得した後、渡辺トレーナーは長年二人を見てきたからこその言葉を残しています。こんなことがあるのかな。めちゃくちゃ嬉しい。本当に金メダルを取ってほしい人だった。そして同時に二人がそこへ至るまでに苦しみながら細かいところまで作り上げたと語っていました。この言葉からもただ結果を見ていた人ではなく、苦しい過程をそばで見続けてきた人だということがわかります。さらに、ショートでまさかのミスが出た後、木原選手の心の動きを見ながら、どういうタイミングで何ができるかをコーチと話しながら関わっていたというコメントも印象的でした。つまり、渡辺トレーナーは単なる体の担当ではありませんでした。選手が心身ともに切り替えられるように、休むときは休む、戻すときは戻す、そのタイミングまで見ていた存在だったのです。第3章、北海道旅行に見えた
信頼の深さ。渡辺トレーナーの人柄がよく見えたのが、オリンピック後の北海道旅行のエピソードです。渡辺トレーナーは、単なる体のケアだけでなく、選手が心身ともに切り替えられるようにと、休息を促すなど、精神面でも深く寄り添う存在として語られています。ミラノコルティナオリンピック後、渡辺トレーナーのアテンドで、三浦木原両選手と同じく渡辺トレーナーが担当する坂本花織選手とで北海道旅行へ行った際、食事をしながらオリンピックを振り返り、涙を流しながら結構熱い話をしたことが明かされています。この渡辺トレーナーがセッティングした北海道旅行は選手たちにとって心身をリセットする大切な時間となりました。きっかけはオリンピックのエキシビションのウォーミングアップ中に3人で北海道に行こうと盛り上がったことが始まりです。北海道出身の渡辺トレーナーが、じゃあ僕がアテンドしてあげると快諾し、3月上旬に実現しました。渡辺トレーナーの案内で寿司屋などを巡り、いっぱい回って、いっぱい食べましたと坂本選手が語るほど、北海道のグルメを満喫してリフレッシュしたそうです。食事中には、ミラノオリンピックの振り返り、これまでの試合、そして今後の世界選手権についてなど、濃密な時間を過ごしたそうです。オリンピックの激闘を思い出して、再び涙を流す場面もあり、非常に熱い話が交わされました。渡辺トレーナーは、オリンピックという大きな舞台を終えた選手たちに対し、もう一回、心身ともに切り替えていけるように、一回休み、と、1週間ほどの休息を促したそうです。このリフレッシュ旅行を経て、りくりゅうペアは、拠点であるカナダへ。そして、坂本選手は、世界選手権へと向かい、今季世界最高得点を上げるなど、見事、銀メダルに輝き、自身のラストダンスを、有終の美で飾りました。ここにも、渡辺トレーナーの仕事の本質が現れているように思います。守る、整える、そしてまた前を向けるようにする。それはリンクの外でもずっと続いていたのです。ここで改めて渡辺則夫トレーナーを簡単にご紹介します。渡辺さんは高校卒業後に専門学校とアメリカでの短大留学を経てコンディショニングコーチとして経験を積み、2006年からは高橋大輔選手の専属トレーナーも務めました。その後もフィギュア界の若手育成を支え、現在は木下グループ所属のトレーナーとしてりくりゅうペアや坂本花織選手を支えてきた日本フィギュア界屈指のスペシャリストとして知られています。体だけでなく選手の心の切り替えまで見守る存在として深い信頼を集めてきた方です。ここまで見てきたように、りくりゅうを支えていたのは派手な言葉ではなく、毎日のコンディションと心の揺れを丁寧に見守る仕事でした。渡辺トレーナーは今ある体を支えるだけではなく、未来のパフォーマンスまで守っていた。そして、選手たちが安心して気持ちを預けられる人でもありました。けれど、りくりゅうの試練を最初に食い止め、今は止まる時だと未来を守った存在はまだ他にもいます。次回、第2部では、2023年世界王者に上り詰めた後に訪れた異変と、医療スタッフがくれた止まる勇気、そして木原選手のリハビリ中に行った三浦選手の寄り添う献身ぶりに焦点を当てます。金メダルの物語は、もっと早い段階から静かに始まっていました。ぜひ、続けてご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップも、ぜひ応援いただけると、とても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。